はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。今回の動画では NVIDIA についての話をしたいと思います。最後にナスダックの話もしていきたいと思います。はい、これ収録しているのですね、1月28日なんですけども、1月27日の夜間にですね、米国市場で NVIDIA17% 近い下落となりました。なぜこういうことが起こったかというと、中国の AI 開発企業のディープシークという会社があるんですけれども、そこがですね、低コストで開発した大規模言語モデルの性能が米国製の競合モデルを上回ったという主張をね、したわけですね。一つのモデル開発にかかった費用が約560万ドルで、2ヶ月間ほどの期間で開発ができたということなんですね。もしですね、このディープシークの主張通りに低コストで開発可能なのであれば、AI の競争ルールが書き換わる可能性があって、それで AI 関連銘柄が幅広く売られたという状況なんですね。で、特に NVIDIA がですね、非常に大きく売られています。なぜかというと、スケーリング則というものがありまして、データ量や計算資源などが大きいほど大規模言語モデルの性能が高まるというふうに信じられているんですよ。これは信じられているということであって、それが証明されているわけではないんですよね。ただそう信じられているために、先日ですね、オープン AI とかソフトバンクが AI の開発インフラに5000億ドルを投資するというようなニュースがありましたよね。そういう高額な投資をしなくても、優れたですね、大規模言語モデルの開発が可能なんじゃないかっていう可能性が出てきたということなんですよね。SNS なんかを見ていると、ディープシークに質問した時の回答に政治的なね、バイアスがかかっているということが結構話題になっているんですけども、問題の本質はそこじゃなくて、この一つのモデルの開発にかかった費用が約560万ドルだけだったということなんですよ。しかも高性能ではない半導体を使って開発したというふうに主張されてますよね。ですから、もしそれが本当なのであれば、高性能ではない半導体を使って、安い開発費用で優れた大規模言語モデルの開発が可能だということなら、高額な投資が必要なくなってくるということなんですよね。でそうすると、そういった高額な投資をすることを前提に、高額なね、投資の恩恵を受ける企業っていうのは、その恩恵を受けるだろうという前提のもとに、今の株価水準に上昇しているわけですから、今の株価水準が割高な状況になっている可能性が出てくるということなんですよね。NVIDIA のですね、高性能で高価格な半導体を使う必要がなくなるということであれば、今の NVIDIA の株価っていうのは、今後も好業績が続くことを前提とした株価になっているわけですから、その好業績が続かない可能性が出てくるということなんですよね。ここが重要なポイントだと思うんですよ。ディープシーク固有の問題ではなくて、本当にそういう低価格で優れた大規模言語モデルの開発が可能なら、AI の競争ルールが書き換わってしまう可能性っていうのがあるということです。これって今後の株式市場を考えるにあたって、非常に重要な問題になってくるということですよね。NVIDIA はですね、昨夜17%近い下落になって、時間外で3、4%戻してるんですよ。ですが、テクニカル上は非常に大きな変化が起こってしまったので、それをですね、これからご説明していこうと思います。はい、まずですね、月足のチャートなんですけれども、月足のですね、今主要な安値っていうのは2024年12月の安値だったんですね。そこを下抜ける下落になってしまいました。つまり、NVIDIA の長く続いた月足の上昇トレンドは終了してしまったということなんですね。まずこれがとても大きな変化です。今までですね、調整があったとしても、例えばこのように、大きくですね、下落したとしても、まだ上昇トレンドが継続している状況だったんですよ。月足の上昇トレンドが終了したということは、次に考えるべきは3つの可能性ですよね。1つのトレンドが終わると、常に3つの可能性が現れます。それは何かというと、1つ目は持ち合いになるということですね。2つ目の可能性は逆方向のトレンドですね。つまり、このように下落トレンドが発生してしまうという可能性です。3番目は何かというと、新しい上昇トレンドの発生ですね。このようにですね。1番目の持ち合いというのは、これ持ち合いってわかるのは、時間がだいぶ経過してからじゃないと実際に持ち合いになっているかどうかってわからないことなんですよ。で、相場間で適当に持ち合いになると思いますよっていう話ならともかくとして、テクニカル上実際に持ち合いになってますねっていうことが判断できるようになるためには、ローソク足が何本も必要なんですよ。で、今月足の話をしているじゃないですか。月足のレベルで持ち合いだっていうことが言えるためには、ローソク足が何本も必要。つまり、何ヶ月もその時間経過が必要になるということなんです。ですから、1番目の持ち合いになるかどうかっていうのは、すぐに判断することはできないということです。少なくとも半年とか1年とかっていう時間経過が必要になってくるということですね。それは月足だからということです。で2番目の下落トレンドの発生なんですけども、
下落トレンドの発生が確認できるためにも、やっぱり1ヶ月に1本出来上がるローソク足ですから、時間の経過が必要になります。ちなみに下落トレンドになるためには、一度下落した後に、再度どこかで戻って、そこから戻り売りになって、主要な安値を割り込むということが必要になっています。過去のチャートで言うと、NVIDIA ですね、過去にも月足の方でこのように下落トレンドになっている時があります。こういう動きになってきたら下落トレンドだということです。で、3番目の可能性としては、新しい上昇トレンドが発生するという可能性ですね。今の月足のチャートの状況で、新しい上昇トレンドが始まるためには、再度市場最高値を超えてくる必要があります。このように。今のチャートではこういう動きにならない限り、新しい上昇トレンドの発生にはなりませんから、今この状況下で再度市場最高値を超えてくるのは結構難しいことですよね。今後ですね、持ち合いなのか下落トレンドが発生するのか、新しい上昇トレンドの発生になるのかっていうことは、いずれにしても月足ですから、これをすぐに判断することはできなくて、時間の経過を待つ必要があるということです。で、仮にですね、2番目の下落トレンドの発生になってしまった時のことをこれからお話ししていこうと思います。NVIDIA はですね、今ですね、見ていただいているちょうどチャートは、このように上昇トレンドがあったんですけども、2021年11月の高値をピークにですね、そこから下落し始めて、この主要な安値を割り込んだ時にですね、下落の N 波動がですね、このように起こっていたので、月足の下落トレンドが発生していた時があるんですよ。で、この月足の下落トレンドが発生していた時っていうのは、NVIDIA はですね、当時の市場最高値からですね、下落トレンドの終了地点のこの最安値までですね、69% 下落しています。ですから、月足の下落トレンドが始まるとすると、そういうですね、非常に大きな下落になってくるということです。でこれは NVIDIA に限らず、どんな銘柄でもそうです。もし仮にですね、NVIDIA が今後ですね、月足のこのような下落トレンドになっていったときに、前回の下落と同じように、最高値から 69% 下落したとすると、何ドルまで下落するかというと、47.4 ドルになってしまうわけですね。前回 69% 下落してるから、今回も 69% 下落するなんて言うつもり全然ないんですよ。そうではなくて、私が言いたいことは、月足の下落トレンドがもし今後発生してしまったとすると、そのぐらい大きな下落になる可能性があるんですよっていう、そういう話をしたいわけですね。ちなみにですね、もし 47.4 ドルまで下落してしまうとすると、2024年の業績予想をもとに PR 計算すると16倍になりますし、2025年の業績予想をもとに計算すると PR10 倍になるんですよ。非常に低い PR ですよね。ちなみに今の PR って40倍ぐらいなんで。でもこれよく考えてください。先ほど申し上げたことですけど、もしディープシークが主張している通り、非常に安い価格で高性能な大規模言語モデルが開発可能なのだとしたら、この業績予想自体が大きく下方修正されてくるということなんですよね。ですから、そう考えると、47ドルまで仮に下落したとしても、この PR16 倍とか PR10 倍ではなくて、もっと高い PR になっている可能性があるということです。ですから、そう考えると、47ドル台まで下落したとしても、NVIDIA の株価が割安とは言えなくなってくるっていうことなんです。今回の話の重要なポイントって、ディープシークの主張通りに、もし本当に安い価格で高性能な大規模言語モデルが開発できるならっていう、そういう大きな前提があるということを忘れないでいただきたいんですよね。今はですね、月足の話をしてきたんですけども、もうちょっと目先の動きの話として、週足の話をしたいと思います。はい、NVIDIA はですね、週足の方では、窓を開けてですね、大きな下落になっているんですけれども、週足ではこのように下落トレンドが発生してしまったんですよ。こちらが主要な安値だったんですけど、そこをギャップダウンで、窓を開けて通過してしまったんですよね。でつまり今下落トレンドの1、2、3という3波動目になっているということなんですね。で、相場が上昇トレンドが強い時っていうのは、調整の下落トレンドっていうのは3波動目で終わることが多々あります。例えば、過去の NVIDIA で言うと、ここもそうですよね。1、2、3と3波動で調整終了しています。ここもそうですよね。1、2、3と3波動で調整が終わってから上昇に転じていますよね。これが強い上昇トレンドの時の週足の調整のパターンとしてよくあるものなんですよね。ですが、上昇力が弱くなると、普通に5波動とか7波動まで調整することが普通に出てきます。ですから、例えば今3波動で調整してますが、どっかから戻ってまた5波動、あるいはそこで止まらずに7波動っていう風に下落していってしまう可能性があるんですね。なんといっても今、月足では上昇トレンドが終わってしまっているので、このまま下落トレンドが
5波動目、7波動目というふうに進んでいく可能性は否定できないんですよ。ちなみにですね、こちらご覧いただけるとわかる通り、前回の調整はですね、赤いライン、これ何かというと、25週移動平均線です。25週移動平均線でサポートされて上昇していったんですけど、今回はですね、そこ、ギャップ段で下抜けてしまいましたよね。で、そうすると、テクニカル上ですね、下げ止まるポイントとして今考えられるっていうのは、目先的にはこの一目金5用の雲の上限あたりが止まりやすいポイントとして考えることができます。で、フィボナッチの方でも考えてみようと思うんですけども、今は下落の3波止めになってますから、3波止めがですね、第1波止めの 1.5 倍とか 1.618 倍まで行くっていう風に考えるとするなら、この水準なんですよね。1.5 倍とか 1.618 倍っていうのは、この水準で、ちょうどですね、雲の、先ほど申し上げた雲の上限と同じぐらいの水準になっているんですよ。それが110ドルぐらいの水準です。とりあえず目先の話として、この下落のですね、3波動目っていうのは、110ドルぐらいまで行くかもしれないというふうに考えておいた方がいいですね。3波動目で終わらずに、5波動目、7波動目というふうにですね、行くですね、可能性も出てきているということですね。で、実際にこうした動きになるためには、ディープシークの主張が正しいのかどうかっていうことが、やっぱ重要なポイントになってくるわけですね。もし正しいということであるとすると、NVIDIA の業績予想というのは、大きく見直されることになるわけですから、それに伴って株価が下落していくのは、何ら不思議なことではないということですよね。で、ちなみにですね、この週足の下落トレンドが終了するポイントはどこかというと、こちらの高値ですね、148.97 ドルの高値を超えるような上昇になったとすると、週足の下落トレンドが終了したということになります。ちなみに今、月足で一目金公表を被せると、月足のですね、この転換線で今、ちょうどサポートされて止まってるんですよ。で、この月足の転換線の方をもし下抜けるような下落になってくる。つまり週足の方で、週足の下落トレンドがさらに進んでいくとすると、こちらにですね、月足の基準線がありますし、それが、83ドルぐらいの水準にあったりします。さらにですね、フィボナッチリトレースメントなんかで、今の上昇に対しての下落幅、調整幅考えると、38.2% 押しの水準がですね、100ドルぐらいにあったりしますし、月足のね、基準線は半値押しよりもちょっと上ぐらいの水準にありますし、月足の方で下落が止まる目処は、いくつもね、あるわけですけども、この 61.8% 押しも、61.8% 押しの水準が、64ドルぐらいとかってあるわけですけども、これは月足の方で下落トレンドが始まるかどうかということに大きく関わっていることですので、それは結局のところディープシークの主張が本当なのかどうかっていうところに関わってくるということですね。最後にナスダックの話をしておくんですけど、こちらナスダック100先物のチャートになっていまして、何日か前に上げた動画では、このように、こちらの主要な高値を超えると、日足で上昇トレンドが発生するという話をしたんですけど、本当あとわずかなところで届かずに、このように下落しているんですよね。現状はですね、日足と週足の方で再度下落トレンドが発生するかもしれないという状況になっています。こちらの主要な安値ですね。先物の値段ですが、2694ポイントですね。この2694ポイントの安値を割り込むような下落になってしまいますと、日足と週足の方で再度下落トレンドが発生してしまうということになります。ナスダック100ですね、昨夜 3% 近い下落だったわけですけども、ナスダック100はですね、時価総額加重平均の指数ですから、時価総額が大きい銘柄の値動きの影響を非常に強く受けるんですよね。ですから、NVIDIA が 17% 近い下落だったので、ナスダック100もですね、3% ぐらいの下落になったと。今後もですね、NVIDIA の下落が続くようであれば、やはりナスダック100もですね、さらに下落していってしまう可能性が高くなってくるということです。今後もですね、NVIDIA の値動き、非常に注目して見ていく必要がありますし、もしね、ディープシークの主張が本当に正しいということであるとすると、AI の競争ルールがもう本当に書き換わってしまうということになり、それはナスダックの下落につながっていく可能性がありますので、今はまだ押し目買いを考えていく状況ではないということだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。